バイ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 
シーンめちゃくちゃ涙目ですけど大丈夫ですか？いやもう内容が良すぎてですね、今週本当にもう涙の展開でしたね。どこに投げるシーンあった今回？逆に泣けなかったですか？僕ちょっと泣けなかったんですけど。そうですか。サンジが体の異変が異変があるのはあなたなんですよ。そうですか。はい、ということで今週もやってまいりましたけど、やばかったですね。いややばかったですよ今週もね。どこが一番やばかった？やっぱサンジの体の異変ですかね。それしか言えへんやん。そこしかなかったページ。そんなことはない。今週は結構ねいっぱいあるんよ、やばかったポイントが。ほんまに僕もやっぱサンジの異変っての一番やばかったんですけど。そうっすよね。そう、この異変っていうのがさ、サンジっぽくないじゃん。なんかそうゾンビみたいな感じになっててさ、そうなんかカチコチになっちゃったみたいなね。カチコチ？そうなんか硬くなっちゃったみたいなね。硬くなっちゃったといえばトランセル？いや、なんでポケモンで例えるのよ。いや硬くなる。まあわかるけどさ、目開いてる？開いてますけど異変がある。大丈夫ですよ。赤犬さん大丈夫ですか？大丈夫です。というのもですね、もともとサンジはジェルマなわけですよね。そうですよね。でここにも書いてますけど、まさかあいつらと同じ力が目覚めたんじゃねえよなということで、血統因子をねジャッジはいじってたせいで、サンジを除く他の兄弟たちは屈強な選手というか、めちゃくちゃ頑丈な感じで生まれてきちゃってるんですよね。でそれがサンジだけ出来損ないっていうふうに昔からいじめられてたわけなんですけど、兄弟たちと同じ感じになってるんですよね。なんかそんな感じっぽいですね。どう思うこれについて？ついにサンジの覚醒が来たかなと。いやマジで来たよね。でもちょっと一番怖いなっていうか、あってほしくないなと思うパターンとしてはさ、みんな同じだと思うんだけど、感情がね、悲しみとかっていう感情がなくなるじゃん。そうですね。マジでレイジュとかは別だけど、1時2時4時は家族がもう命乞いとかしてても笑ってたりふんって言ったりとか、そういうところがあるから、3時強くなる代わりにそういうのやめてねみたいな。それはやめてほしいですね。ただレイジみたいなことがあるから、それはないとは思うんだけど、これめちゃくちゃ珍しいパターンよね。今この年になってこう発芽するみたいな。そうっすね。なんでこのタイミングで蘇るんだろう。やっぱりこのねステルスブラックの変身した際に、やっぱり昔眠っとったこの因子がなんか起きてしまったんすかね。そうなんだよね。言ったらちょっと操作してたというちょっと残ってたということで、後発的に出てくるっていうことだったのかな、これはね。そうね。でもこれすごいね。だってクイーンのさ攻撃はなんかもう当たってんのにさ、歯が折れちゃったっていう。いやもうこれずるいで。武装色とかで硬化してるわけじゃないでしょ。もしかしたらめっちゃ硬化されてるんかもしれないからな。首だけ？いやいやもう全部黒いから今。この黒の服って武装色の黒やったの？これもしかしたら武装色なんかもしらん。この新説。これ何色やった？もともとこの服ちょっと普通の黒やったんやけど、武装色でもう深淵の黒、ブラックホールみたいな。深淵って好きなようなことはね。そうですね。ブラックホールのことなんやねそれ。ステルスブラックやね。嫌だ、あんな怪物になるのはっていう過去のねこの言葉だと思うんですけど。そうなんよ。どうなってんの？異変があるのはさ、言ったら今ちょっと首大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい。もう映っちゃってましたけど、異変があるっていうのはさ、前々からさ僕らも考察しててさ、この後にゾロとともに超人的なパワーアップをするって予想してたよ。そうですね。何かこう自分の中で覚醒するんじゃないかと、例えばルナーリア族の何かがとか、まずシンプルにジェルマとしての力みたいな感じ。いやそうなんよね。でもなんとなくただこう頑丈になるだけっていうイメージがあるんですよ。どう思う？この辺の深掘りとして。1時とか2時みたいに電撃打てるとかそういうのはないってことですか？それはレイドスーツの力とかもあると思うんですけど、言ったらそのちょっと血統因子とかを操作されて子供の時ながら屈強な戦士とか大人の戦士をひねり倒してて、だからちょっとだけ子供にしては強いとか頑丈さみたいなのがあったと思うんですよね。だからサンジはどういうパワーアップするのかなってことを聞いて。でも頑丈さもなんか身につきそうですけどね。頑丈さは身についてるんだよ。だからこの後どういうパワーアップするのかを聞いてる。これ以上に。ただね、だってここまで待っといて頑丈になりましただけだったらちょっとなんか確かにな物足りなさ感じなんだ。どうパワーアップすると思いますか？自由に炎を出せるようになるんですね。なるほどね。その頑丈になることだけじゃなくて、言ったらルナリア族っぽく、族なのかもしらんけど、そうかもしらんけどね。ちょっと前にクイーンが「いやルナーリア族じゃあるめえし」って言っとったのが、もうほんまに「そんな簡単に炎を出せたらキングもびっくりやで」みたいになっちゃうみたいな。
前さ考察会でさ喋ったんだけど、空がもしかしたらルナリア族かもっていう話をしてる。それでその末裔とか、その血が入ってるとか。ジャッジもさ、普通の女の人とは結婚しないと思うんだよ、あの性格だからね。政略結婚とかも平気でするぐらいやから、何かしら価値があるって言ったらちょっと失礼なんだけども、意味がある女性と多分子供を作りたい。そういう感じしますよね。そうなったらクイーンはルナーリア族を知ってたということは、ジャッジもルナーリア族という種族について知ってたはずなんですよね。同じ研究チームだったし。そう思ったらやっとの思いで空というルナーリア族の末裔みたいなのを探し当てたんだと思う。そうね。それに対して血統因子をつけたら最強の戦士になるんじゃないかと思ったんじゃないかと。確かにジャッジさんがね。そう思ったらそれをサンジたちは知らないわけじゃないですか。でもその血統因子のところをいじってなんとかそれがならないように普通の子に生まれてきたサンジなんだけど、ルナーリア族の方の血が多分たくさん入ったよね。そうっすね。だから炎を出すような感じになったと。でもプラス血統因子のこともあるから後でその効力とか出てきたと。今なんかその眠れる血、そのジェルマの血統因子で操作されたやつとルナーリアの血がいよいよ覚醒なんだなと思う。ジェルマが今覚醒しました。この後ルナーリア族としての何かが覚醒するみたいなことがあるのかなと。いや、それはすごいことですね。すごいよね。一気にパワーアップですね。だって悪魔の実の能力者じゃないのにそもそも炎を扱えてるだけでも相当すごいね。もうちょっとずるよね。今までで一番なんか硬さが表現されてる気するんだよね。こんな綺麗に刀折れへんもんね。バキーンって、この前もね僕たちねハマスタ行ったけどさ、バットめっちゃ折れてたやん。いやもうバット折れるかぐらいの勢いで折れてますからね。ほんまにパキーンいってるからね。一時悪夢を我慢するためにジャンプをつかないやめてもらっていいですか。でさ、面白いのがね、この最後ね、はぁって言ってびっくりしてるやん。そうね。クイーンがね。で、炎を出した時とか頑丈な蹴りを食らった時は結構余裕あるんですよ、クイーンさん。確かにね。そう、ルナーリア族じゃん、アルメイシとか言ってたじゃん。でもこの頑丈さの時にはめちゃくちゃびっくりしてるんだよね。ということはこれは意外だったはずで、この辺が多分ジャッジにしかなかった力みたいな。もしかしたら過去にジャッジが同じことやったんかもしれんな。ジャッジはだってそうじゃないんじゃないの。いや、もしかしたら自分の遺伝子すらもいじってちょっと硬化してるみたいな。で過去に見たことあるからびっくりの歯みたいな。そのドクター市垣みたいな。いや、そうやな。誰がわかんねえこの例えを今。悠々白書ね。この令和の時代にも。というわけでじゃあ1ページ目いきましょう。第1028話ブラキオジャウスということで、俺サブタイトルの時クイーン会かって思って。まあね、どういうことやろうなとは思ったけどね。ヘリケラトプスと同じ時の。そうそう、同じ匂いはしましたね。同じ匂いですね。城内来賓の間からスタートするんですけど、嘘をついているとでもそうは言っていない。カイドウとは違う2匹目の理由が目の前に現れたんだぞ。あれはベガパンクの作った悪魔の実に違いない麦わらのルフィと共にいた。つまりカイドウの敵対勢力、誰と誰が話してんだと思ったら、そうまさかの CP0 がね再びここで登場ということで。いや、そうなんよ。結構じゃないか、どうせ海賊の潰し合い、上からの指令が下った。万に一つカイドウが敗北した場合ということ。 CP0 が誰と会話してんだ。そうまさかのねルッチたちと会話してると。いや、そうなんよ。このデンデン虫がねルッチっぽいヒゲしとったから、あ、なるほどと思ったよね。これねちょっと気になるのは、上からの指令が下ったって誰ですか。上って、それはやっぱり金骨五老星じゃないでしょうか。おお、なんでサイファーポールゼロって、天竜人の、直属の部下ということで、直轄やからね。そう、天竜人のトップ言うたらやっぱあいつらちゃうんかなと。もしかしたらひいてはイム様から来てるんかもしれないけどね。なるほどね。五老星だったら五老星って書きそうじゃないと思った俺。なんか上からのってこれ以上上ってあんまないから、五老星からの指令が下ったとかって言ってもおかしくないなと思ったんだよ。なるほど。そうだから俺らが知ってる意外な人物なのかもともちょっと思っちゃったんだよね。頂上戦争の時にさ、もっと上だとか言うやん。そう結局上問題って意外と解決してないんですよね。いや、そうやね。イム様っていう可能性もよくあるんだけど、五老星かな、どうなんだろうな。じゃあ知りたいな。まあそうね。どこの上なんだろうな、本当に。もしかしたら五老星の一人が上っていう名前なんかもしらんけどね。上様。上様みたいな。領収書獲得じゃなくて、それ。そうやね。続いて、世界政府非加盟国和の国は政府が直接支配下に置くことになった船を和の国に向かわせているが、
可能性がということで、ここもまたね気になるんですよ。もうちょっと物語が動き出したというか。ここで気になるポイント何か分かる？何ですか？船は倭の国に向かわせていたんですよ。例えば海軍を向かわせているとか軍艦を向かわせているじゃないですよ。船は倭の国なんですよ。なんだ政府の船ってどういうことって思わない？確かにね、誰が乗ってるんやろうっていうのもありますしね。サイファーポールタッチとか1から9までとか思ったりするじゃん。もしかしたらワンゼとかが乗ってるかもしれない。ワンゼもねまだ職についていたんだったらいるかもしれませんけどね。海軍は確か言ってたよね、赤犬が倭の国に回す戦力はないみたいなこと。言ってたね。ということはこれ軍艦なんだけど海軍の船じゃない感じもしなくもないみたいな。まあ確かにね。なんかちょっと船の形違う気しますよね。そうなんだよね。だからちょっとこの不審な新しい戦力みたいな。なるほど。サイファーポールの感じなのかな。まあジャブラとかも乗ってるんですかね。おるかもしれないし。だからこの船で政府の船やからゴムゴムの実を積んでた船ってこんな感じだったのかな。なるほど。そう。フーズフー思い出すんかな。思い出すぜ、あの時の傷がみたいな。かわいそう。やることがどうも海賊と同じだな。正直面白い戦いであればカイドウが倒れる姿は想像できんって言ってるけど、まだね囲碁みたいなの売ってんねんから、これどういうルールなこの囲碁ほんま。もうねこれはね最初から最後までわからんねこれね。今のところカイドウ軍12、侍軍8ということになってるんやけど、だろうな報告を待つ。もう一つ指令がある。ここでね核がね出てるのはちょっと良くないですか？そうやね、スツーシーと核がねそう寝てるよね。麦わらの一味ニコ・ロビンを連行しろということでね、まさかこれウォーターセブンの再来みたいな感じでね。結構メジなストーカー気質あんねんね、ルッチって。別にルッチのなんか別に命令じゃない。ルッチの好みじゃないと。言って上からの命令でニコ・ロビンを連行しようってことなるほどね。勝負がどう転んでもあの女の存在は海賊たちの鍵になるということで、そりゃそうでロード・ポーネグリフ読める。いやそうね。でもここでなんで今になってこんなに拿捕したくなったんやろな。ね、突然ね、もっと早っとけよみたいなね。2年前だったらもうちょっとチャンス多かったと思うよな。そうでも実際にさ、ゾウでもニコ・ロビンどんどん狙われるでってことを言われたり、大丈夫です。大丈夫ですよ。はい、言われていたりとか、ビッグマムにもニコ・ロビンだけは殺すなよとか。そうね。であとはブラックマリアのくだりもね。そう、百獣海賊団も何年かかるかもわからない目的のためにニコ・ロビンを拿捕しようとしてて、ほんまに世界中から今狙われてるんだよね。ここに来て急にね。そう、ロビンがね。なのでこの先ロビン連れてかれる伏線やな思うよ、もはや。もう一回。いやいや、さくらんぼですからさ。可能性ない？かわいそうやけどな。ねえ、だからさ、小田先生がさ、サボがとかって言ってたやんか。ビビが、ハンコックがみたいな。サボも今死んではないと思うんですね、ビブルカード的にはね。そうですね。そう、でも捕まっている可能性は非常にあるから、高そうですね。革命軍のうち2人みたいな、でサボとロビンがこのまま連行されてしまったら。なるほど。ドラゴンはロビンを助けに行く、ルフィはサボを助けに行きたいってことで。なるほどなるほど。なんかいろんな勢力がね、じゃあ革命軍との共闘が描かれるかもしれない。描かれるかもしれないよね。で、花の都まであと5分ということで、上空では桃之助が一人でね、なんとか止めようとしてるんですよ。なかなかホムラ雲が出せないっていうことで悩んでるんですけど、ポンって出すのめっちゃ可愛くない？そう。もうこれなんかポンって出してなんか小さいやんと思うけど、多分普通に捕まるには十分すぎるサイズなんやろうね。そう、浮くのにはね、大丈夫なんだけどね。普通の悟空のキントンぐらいは多分あると思うから。そうやね。拙者がやらねば大勢の人が死ぬということで、8歳のね、なのに本当に。ちょっと鼻水垂らしてる感じがね、桃之助感あっていいっすね。しかも、やれる、いや無理、いや、やらねばっていうね。この辺がね、なんか子供っぽくてね、応援したくなるよね。いや、そうやね。落としてなるものか、こんな大きな爆弾を。もう爆弾やからね、これね。で、壁を登るヤマトさん。なんとここで初めて見ましたね。ヤマトの獣型。ねえ。ねえ。まさにモロですよね、これね。いやー、もう真珠ですよね、まさしく。ねえ。ドームの地下にある巨大な武器庫に無数の爆薬がある。それをなんとか始末しないと、もしもの時被害何倍何十倍にもなるということで、これ、落ちるフラグなんヤマト死ぬフラグなんどっち？なんかフラグ立ってるよね、これね。そうなんよ。ねアラバスタの時はね、この爆弾が爆発したらということで実際爆発しましたからね。しちゃったからね。いや、これ爆発しそう。だってホールケーキアイランド編でもね、玉手箱っていう爆弾が爆発してる。そうね。だからね、ワンピースの世界、爆弾って言って爆発しなかったら試しないよね。そうやね。ペドロといいね、勘十郎といいね、
ということは爆発はするんですよ。多分上空で爆発するのか、もしくは海で爆発させるのかちょっとわかんないけど、ちょっと無事じゃないだろうな、誰かは。ここは守り神補正でヤマトには無事であってほしいんですけどね。なるほどね。だからワノ国の守り神っていう特性があるのかな、大口の魔神がね。アラバスタのね守り神さんもなんとか大丈夫やったんで、なるほど。そしたらもうぜひ神様に詳しい人ちょっとゲストに来ていただけませんか、どちらか。おおね、ちょっと僕らではその大口の魔神について、まあ、本読んで勉強しましたけど、分からないことが多いんで。確かに確かに。はい、こえちゃんを見てくださってる神様に詳しい研究家の方、大口の魔神についてぜひ喋っていただきたいです。めちゃくちゃピンポイントですけど、そんな方いらっしゃいますか？ご連絡ください。よろしくお願いします。ドーム内ライブフロアということで、もうこれがね本当にもう気になってるんですよ。前回さキングがねチラ見せしましたやん、素顔を。しましたね。今週どんなんか正体分かるんちゃうんか思ったら、そう3時サイドでしたと。いやまあこれも予想できたね。そう、これもしょうがないんやけどね、まあ、同時に今進んでるわけですよ、両翼の戦いがね。止まらねえだろブライパンということで、なんかさ恐竜だからなんやねんとかって、まあそれ思っちゃってたのはなんでかなと思ったら、ワノ国に入ってからサンジがページ1を瞬殺しちゃったから、まあ恐竜といえどもムゲラ一番強えなっていう印象しかなかったんやけど、ブラキオサウルスすごい強いな。まあやっぱ大看板なってことありますね。ねえ、ジェルマ06の戦闘スーツ、さっきキングを相手に見せたような戦闘スーツ、確かに消えたよな、あれはジャッジの科学力だろう。でもジャッジってなかなかえぐい科学力持ってたよな。ねえ、ジャッジの科学力とかさ、シーザーの科学力とかってさ、それぞれさ違うジャンルなんだけど、やっぱプロフェッショナルだよな。やっぱり体に異変がと。さあスーツを着ろビンスも、その名を呼ぶなっつってんだろ、家庭の事も知らねえで。いや家族でもね着るかあんなスーツ。めちゃくちゃ拒否してんだけど、なんでそんなこだわるんやろね。この間までめっちゃ着とったのにね。だってノリノリやってんだって、こうやってバレなきゃいいんだろうって言うから、しかも本人は女湯を覗くために使ってましたからね。もしかしたら変身できんのかもね、この異変のせいで。そう、なんで力使いすぎたらさ、なんか簡単に変身できなくなるみたいな瞬間あるやん。でもスーツを着るだけっていう行為なんで、変身じゃないんじゃないかな。どうなんだろうね、その辺ね。確かにね。でここでもさディアブルジャンプでさ、めちゃくちゃ燃えてるやつ出すやんか。そうよ、グリルショットね。このグリルショットのこのマーク見るとほんまに爽やかにきたくなってくるね。ハンバーグですね。そう、マジで。でそれでもブラキオサウルスめちゃくちゃタフやからさ。いやそうなんよね。聞いてんだけど聞いてないみたいなね。生身の蹴りにして上等だ。これ伏線っぽいと思ってるのね。あ、なるほど。そう、その1ページ前のそのディアブルジャンプのグリルショットが燃えてることをめっちゃ強調してる蹴りなわけよね。そうで炎に触れないんだよ、ここで。確かにね。生身の蹴りにして上等だって言ってるから、多分ねルナリア族として覚醒したらこんな炎じゃないと思うんだよ。なるほど。そうだから言ってんだと思うんだよね。ものすごい多分もう炎帝みたいな蹴りになる。いやいや、もうじゃあエース涙目ですね、ほんまに。1億年以上世界を支配した王者の力ってことはなんか変形しようとするんですよ。そうまさかの胴体が分かれる蛇のようになった。これがブラキオジャウルスということで、なんかってなったね、俺は。ちょっと引いたね。なんでいやいや、はってなったよね。これどういう仕組みなの？もうみんな言ってるけど、こうやってまっすぐになることで全部抜けたみたいな感じやと思うねんけど、残された胴体の気持ち考えてっていうね。そう、しかもさ、うわー油断したな、ブラキオサウルスとはこういう恐竜だってさ、佐々木の時もそうだけどさ、子供見たらそうなのってそう、多分騙されてることもおると思うのよ。絶対騙されるよね、これね。もしかしたらほんまの恐竜もこうやったんかもしらんけどね。まあね、このブラキオトグロスから逃れた者は未だかつて一人もいないってすごいね。ついにトグロが本編に出てきたなっていう。トグロやから。そうそう、ブラキオトグロス。何トグロって？それ悠々白書。なんで悠々まで出てきたの？悠々白書。いやいや、トグロやから。まあドクター一学出した俺が言うわけでもない。そうやね。あれだけどね。いかなる武装色の達人たちもこの圧力で骨は砕け、内臓は潰れ、皆再起不能となるということで。もう圧力が最強なんやね。だから一人も逃れたことないんだったら、武装色の達人どんなやつが犠牲になったよな、過去にな。ベルゴーさんとか死んでしまうみたいなこと言ったけど生きてたから、そうやね。そうはないんじゃないですか。確かにね。あっけねえなジャッジだせがれ、お前がジェルマの力を見せてくれるなら。やっぱこの辺の人たちってさ、すごい力見たいんやろうね。まあ特にね、元同僚のことやからね、知りたいんやろね。だから科学者同士のなんかその秘密のことって知りたいがり
ンなんだろうね。そうやろね。でも確かにそのジェルマのスーツみたいな科学力をこのブラキオさんが手に入れたらちょっと厄介やもんね。それはえぐいことになるね。この後ちょっとギャグシーンがあるんですけど、ブラキオランチャーということで、ブラキオランチャーって言うたびにこのボコ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 されるということで。そうやね。これあれなんかな、その敵や味方が喋っても同じくなるのかな。いやいや、ポンコツすぎるやろ。ちょっと前のシリかよ。クイーンはもうちょい生体認証の特許取った方がいいよ。くしくもこの締めてしまったことによって覚醒が始まってんのかな。ねえ、この骨折れてね、なんか立ってるからね。まあでも本当のトリガーっていうのはあれやね、多分そのジェルマのスーツを着たことなんだよね。でしょうね。そうで、もともとそのジェルマのスーツも誰が着てもそうなるのか問題あったやんか。多分ルフィが着てもステルスバークになれるのみたいな。確かに確かに。でそうやって血統因子の力とかも多少あるのかなとか、それに耐えうる体じゃなかったらレイドスーツを着れませんよみたいな。でしょうね、なんかこの感じやと。そう思ったら、その影響でもう強引になんか体が強化されてしまって覚醒が始まった。でこの強靭な体に覚醒が始まったら、その器が備わったからルナリア族としてのものがまたこの覚醒が始まるみたいな。2段階でパワーアップするみたいな。あと僕が思ったのは、やっぱ今回パワーアップするっていうのに、サンジ修行してパワーアップした感ないじゃないですか。で同じく戦ってるゾロも今ちょっと無理やり蘇ってるわけじゃないですか、その薬で。だからもしかして戦いが終わった後、2人してめちゃくちゃ苦しむ展開来るんちゃうかなみたいな。ああ、なるほど。霊光波動のなんかそううわーって血がブワーってなったりね。そうそこをなんか2人で乗り越えて、また新たに成長していくんかなっていう気はしましたけどね。その反動は来るよね。ちょっとあまりにも虫が良すぎる話というか、なんかこれでパワーアップしてね、なんか並ばれてもええって感じはあるから、その辺どう調整するんやろうなってのは気になりますね。なるほどね。はい、ということが以上今週のジャンプの感想だったんですけども、いかがでしたか？いや、今週もめちゃくちゃ面白かったですよ。面白かったね。やっぱゾロとかサンジが活躍する回は外れない絶対ね。ですね。めちゃくちゃおもろいね。でやっぱりね、このルッチが出てきてくれたっていうのもね、すごい物語として動いたんでね、いや、良かったっすね。すいませんね、寝てるところ起こしてしまって。あ、いえいえ、全然。はい。まあ来週ね、これ救済ということですけど、ほんまにマジでちょっとね、ブルーに一瞬なるんだよね。いや、ほんまにブルキオザウルスって感じでしたね。それでは本日のジャンプ会がぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、僕たち月曜日ワンピースが掲載されている時にはレビュー会考察会をお届けしますので、それが楽しみだっていう人はぜひね、チャンネル登録もしてほしいですね。お願いします。今日も高評価5000以上目指してますので、ポチッと押しておいてください。みんなからの感想や考察もコメントでお待ちしておりますので、ぜひ書き込んでください。明日火曜日はのすけさん、ナレッジキングファイナリストののすけさんをお迎えして深掘り会をお届けしますので、お楽しみに。それではバイ。トレちゃんクルーに秋が来た。撮影、睡眠、フェスの秋。クルーみんなでぶち上がろう。 Twitter、LINE ライブ、公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の前はごやっきーチャンネル。